アンニョン、パックンです。最近、新大久保やセブンイレブン韓国フェアの影響で、韓国料理は全部食べ尽くしていたと思っている方いませんか？でも、ちょっと待ってください。実は、日本ではまだ知られていない、本当に美味しい韓国料理がまだまだあるんですよ。しかもそれがあなたの食の常識をひっくり返すほど衝撃なんです。韓国人は実際、どんなものに熱狂するのか、その答えを5つの料理と一緒に紹介します。最近韓国料理にハマってるけど、いつも似た料理ばかり食べてしまう。そんなあなた見てほしいです。次に韓国料理を食べに行く時の選択肢が劇的に変わると思います。今日紹介するものは全部概要欄に Amazon リンク貼っておくので見てみてくださいね。まず一つ目。マンドゥですね。韓国餃子が主役になる理由です。皆さん、韓国のマンドゥってご存知ですか？日本でいう餃子に近いんですが、その感覚で食べたら完全に不意打ちを食らいます。まずサイズが違う。日本の一口餃子と比べて、マンドゥは2倍、こんなぐらいのサイズあるでしょうか？プルンとした皮にずっしりとしまった具、一つでご飯いっぱいいける、そんな主役の迫力。中でも大人気なのが、キムチマンドゥと水マンドゥ。そう、キムチ餃子と水餃子ですね。キムチマンドゥは豚肉ベースにしっかり熟成されたキムチが入っていて、一口目からうま辛い、酸味、コクがガツンときます。例えるなら、普通の餃子が白ご飯だとしたら、これはキムチチャン。一方、水マンドゥは茹でて食べるタイプで、皮が厚めでもちもち。直径は、なんと、これぐらいのサイズっていうのもあり、まるでラグビーボールのような存在感。熱々のスープに浮かぶその姿、それを見ると韓国の冬を思い出させてくれます。最近ではビビゴマンドゥっていう冷凍餃子が爆売れして日本のスーパーでも見かけるようになりました。実はこれ韓国国内では消費量の5割を占めている国民餃子ですね。日本の餃子と並べてみると見た目は似てるのに韓国の個性がフル展開です。次に韓国料理を食べるなら、このマンドゥ、絶対に高温に入れてください。一口で韓国の食卓の温かさがシュワッと心に染みてきます。で、二つ目はですね、ジャージャー麺とビビン麺です。ラーメンの隠し玉がここにあるんですよ。韓国の麺料理って辛ラーメンしか思い浮かばない。そんな風に思っていませんか？それ、韓国人からするとちょっと寂しいんです。なぜなら韓国ではジャージャー麺とビビン麺が国民的人気を誇るラーメン級の存在だからです。体感でインスタント麺の市場シェアでも、辛ラーメン系が多分5割とかで、あと、ジャージャー麺が3割、ビビン麺とその他が1割2割あるようなイメージですね。まずジャージャー麺。もともとは中国のジャージャー麺がルーツですが、韓国では甘くて焦げ感のある黒い味噌タレが特徴です。太くてもっちりした麺にその黒タレがこれでもかと絡みます。まるでナポリタンのような B 級感とカレーのような中毒性を合わせ持つ一品。韓国ではプチパーティーとか外食日などの特別な日に注文するいわば祝い麺でもあります。これは中国料理屋に注文するんですけども。で、次にビビン麺なんですけれども、これは冷たく締めた細麺にコチュジャンベースの甘辛ダレを混ぜて食べる汁なしの冷麺みたいなもんです。一口食べると甘み、酸味、辛みが一気に広がり、喉がキュッとなる爽やかな感じ。夏に汗をかいた後、ビビン麺を作ってズズッと食べるあの快感。韓国の学生たちはこれで夏を乗り越えてきました。日本ではまだ専門店が少なく、新大久保でも辛い麺ばかり目立ちますが、この2つの非辛ラーメンこそ韓国の麺文化の深みなんです。辛いものが苦手な方にも安心しておすすめできるので、ぜひ次はこの麺たちを試してみてください。次3つ目はですね、クッパーで韓国人の心を支える湯気のご飯ですね。クッパー韓国料理屋の締めに出てくる、ちょっとしたあれね。ちょっと待ってください。それ、日本でのサブ扱いでの話ですよね。本場韓国では、クッパは完全にもう神主役ですね。クッパとはご飯を豚骨や牛骨ベースのスープにして食べる韓国のソウルフード。名前の由来はシンプルにイコールスープ。パイコールご飯っていうところで、スープご飯っていうイメージですね。だけど、その中身はとんでもなく奥深いんですよ。例えば、ソーロンタン。クッパは白い感じで濁した
牛骨スープにネギと牛肉が入り、スンデクッパは豚の血を使った、ソーセージ、スンデみたいなのを具材にした、まさに内臓の旨味爆弾のような一杯。一口食べれば胃の奥がふわっと温まり、涙が出そうになるぐらいの安心感があります。韓国では夜勤明けのサラリーメンだったりとか、受験を終えた学生、体調を崩したお母さんなど、もうみんなが食べるこの一杯クッパがあるんですよ。だけどなぜ日本では新大久保ではクッパの専門店が少ないのか。答えは簡単で難しすぎるからなんですよ。クッパのスープはですね、数時間以上じっくり煮込む必要があります。いわば韓国版職人系ラーメンですね。簡単に再現できないからこそ、日本ではチェーン展開が難しく、新大久保でもサムギョプサルの店は多くても、クッパ専門店はほんの数軒なんですよ。それでも日本でも探せば確かに魂のこもった一杯に出会えます。特に冬、湯気が立ち上る白い器にスープを入れてみてください。そこには韓国人の人生が煮込まれているかもしれないです。で、4つ目がですね、ビヨットですね。ヨーグルトの遊び心っていうところで、朝を楽しくする韓国の魔法です。ヨーグルトって健康のために食べるものでしょ？はい。それは正解です。でも、韓国のビヨットを見たら、あなたの常識はひっくり返ります。ビヨットとは、ヨーグルトプラスお菓子のハイブリッドスイーツ。構造はシンプルで、片方にヨーグルト、もう片方にチョコクランチ、コーンフレーク、グミなど、みたいなトッピングが入っていて、自分でバラバラと入れて混ぜて食べます。一番人気の味は、ブルーベリーとかストロベリーにチョコクランチをしたもので、酸味のあるヨーグルトにサクサク甘い粒が混ざる。そう、これは食感の溶塩地なんですね。朝の忙しい時間でも手に取って蓋を開けて、シャラッと混ぜてパクッと一口。まるで子供の頃に駄菓子を食べていたような、ワクワクがもう再現されるような感覚かもしれないですよ。実はこれ、韓国の小学生から大人まで大人気の定番商品。朝ごはん代わり、夕食にまで登場する万能スナックですね。僕が日本の友達にお土産で渡した時、最初は子供向けなのって顔されました。でも一口食べた瞬間、これ癖ある。なんで日本に売ってないのと目を全開していました。残念ながら現在日本のスーパーではほとんど見ないですよね。ただし Amazon や韓国食材の通販では簡単に手に入るので、気になる方は体験してみてください。大人だって朝にワクワクしてもいいんです。ビヨットは真面目な朝に遊び心を添えてくれる魔法の一さじなんです。最後5番目はですね、カルベ梨ジュースですね。あなたは梨のジュースと聞いて何を思い浮かべますか？加湿、1% ぐらいのあっさりした飲み物かな？いえ、韓国のカルベ梨ジュースは全くの別物なんです。甘くて梨の食感がするものが入っているジュースなんです。このジュース、ただの美味しいドリンクじゃありません。酔いにも効く伝説の回復液としても知られてるんです。韓国の大学生や会社員の間では、昨日飲みすぎた？じゃあカルベでしょって言う人もいます。実際、梨に含まれるアスパラギン酸や果糖が肝機能を助けて体内のアルコール分解をサポートするという研究報告もあるほどですね。僕も飲み会がある日は買って冷蔵庫に入れていました。キンキンに冷やした梨ジュースを次の日の朝に一気に流し込んだ瞬間、胃の奥からじわっと染み渡る、まさに飲むクールタオルですね。しかも甘さがしつこくなく、飲み終えた後の喉がありがとうって言ってるぐらいスッキリ。ただ、日本ではお店じゃないとほぼ流通していません。新大久保とかにある程度で見つけたら当たり口レベル。ですが、Amazon でカルベって検索すれば、概要にもあるんですけれども、24本入りが買える時代になっています。韓国旅行のお土産にも大人気で、僕の友人はスーツケースの5分の1ぐらいを梨ジュースで埋めて帰ってきたほど、韓国では母の味どころが肝臓の味方としても親しまれています。今まで梨の飲み物に興味なかったあなた、ぜひ一度このカルベを体験してみてください。一口で喉と心が生き返る感覚に包まれます。最後に一つだけ大事なことをお伝えさせてください。今回紹介した5つの韓国料理、全部新大久保にあると
というわけではありません。むしろクッパとかビオとカルベとかはもう探さないと見つからないレベルのものです。でもだからこそ見つけた時の感動はひとしおですよね。まるで宝探しのような美覚の冒険が始まります。ちょっと気になるなと思った方は先ほど言いましたが Amazon のリンクを概要欄に貼っておくのでぜひ覗いてみてください。あなたのおすすめの韓国料理も知りたいです。ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録しておくとリアルな日韓文化の違いなど本音でわかる韓国を見逃しません。あなたの食べたいが誰かの食べてよかったに変わるように。以上、パクでした。アンニョーン。